して急ぐ君の目に焼き付いて離れない終わりなく続く歌想いさえ超えてゆく君の前に映るように胸の奥開けたままバッチリ1億入ってるな。うん、今度こそ計画的に使わないとね。そうだな。チョコロボくんはダメだからね。今度こそって？さてと、まずどうしよっか。んなことは決まってる。え、何？まずはサザンピースのカタログを買わねえとな。サザンピースはヨークシンで最も権威のあるオークションハウスだ。なんせ入場券を兼ねてるカタログを買うだけで1200万ジェニーもかかるからな。オークションは6日から10日までの5日間開催されるが、いつどの品が競りに出されるかはこのカタログを見ないとわからない。なるほど。お前らな、そのぐらい来る前に調べとけよ。いらっしゃいませ。カタログを買いに来たんだが。かしこまりました。こちらへどうぞ。お支払い方法はいかがなさいますか？銀行振込。この子が？こちらがカタログになります。今年の競売品がすべて掲載されております。分厚。このカタログにはカードがついておりまして、これが入場券の代わりとなります。この1枚で5名様までなら開催中何度でもご入場いただけますが、競売に参加できるのは個人団体ともに1名義のみとさせていただいております。ご名義はいかがいたしましょうか？ゴンフリークスでグリードアイランド。あった。おお、これがグリードアイランド。89億の品か。あとは金を稼ぐだけだな。宝石を含めて残り約9000万。正真正銘、これが最後の軍資金だね。まだレオリオのライセンスがあるけど。おい、どうしたゴン？おじさん、これって。欲しいならいくらで買いたいか記入しておいて。なんだ、旅行客か。ここは値札競売市って言って欲しいものがあったら値札に金額を書いていく方式の競売なんだ。君も欲しいなら書いといて。他に買い手がいなきゃ君に売るから。あ、うん。あのナイフ。レオリオ、交渉うまいだろ。あれ、今すぐ手に入れてよ。お宝かもよ。間違いない。本物だ。一体何なんだ？ベンズナイフ。ベンニードロー。100年くらい前の大量殺人鬼のオリジナルブランドさ。熱狂的なコレクターがいる隠れた名品だよ。じゃあ当然300ジェニーなんかじゃなく？安くて500万ってとこかな。マジ？知らなかったのか？じゃあなんで？チラッと目に入った時ね、なんか変な感じがしたんで行で見てみたんだ。そしたらかすかだけどそれからオーラが出ていたから。行？念の一種だよ。簡単に言うとものすごく注意して見ること。そうか、こんな方法があったか。何？確実な金の稼ぎ方だよ。ウィングさんが言ってただろ。どの分野でもずば抜けた才能の持ち主は知らずに念を使っている場合が多いって。このナイフみたいにオーラが漂っている品物を見つけ出せば、それはすごい天才が作った可能性が高いってことだ。そうか、その方法なら鑑定の知識がなくても埋もれた一品を見つけることができて、もっとグレードの高いオークションにかけて高く売る。
名付けて年齢ボロ儲け大作戦。まあ3人揃って情報を待ってる必要もないしな。俺はホテルで伝言サイトの情報を担当するぜ。俺たちは早速他の掘り出し物を探す。それじゃあ作戦開始。俺もできるようにならんとな。行ってやつ注意してみる行、中行、行中。あった。よし、メッケ。どう見ても変な壺にしか見えないんだけど、でもオーラが出てるし。あ、先客がいる。キラーの言った通り 2.5 倍と500の 2.5 倍1750かな。あれ、まあいいや。オーラが出てたしな。4つのうち3つか。上出来だな。でもゼパエルって人に変な壺だけ取られちゃった。あいつな。俺たちの4倍ふっかけてきやがったやつ。おかげで余計な金使っちまったぜ。こうなったらこいつがいくらで売れるか調べときたいな。どれもいい品ばかりだよ。例えばこれなんか有名な画家の直筆サインが入っている。それだけで15万はいくね。こちらも素晴らしい品だよ。状態もいいし、何より箱や備品が無傷で残っている。これも30万はするね。けどこっちの像、これは大したものじゃないね。少しだけどオーラが出てたのにな。まず箱と像の年代が明らかに違うし、像の彫りも荒く作者の名前もない。おまけして1500ジェニーかな。なんだ。でもそれは像としての値段。実はこの木自体が値打ち物でね、これほどの木なら10万で買ってくれる人を僕は知っている。本当？そこで相談なんだけど、こっちの2つを42万で売ってくれたらこの木も8万で買い取ってあげるけど、どうだい？こんな高値で買い取ってくれるところは他にはないよ。ちょっと考えさせて。どうぞごゆっくり。じゃあその間この木の年代調べてきていいかい？どうする？待ちな。その木像そこに置け。坊主騙されんなよ。絵とアンティークドールの値段は妥当だが、木像に関してはデタラメだ。なんだ君いきなり。僕は嘘なんかついてないぞ。そうか？その木には8万の価値はねえ。お前が欲しいのはその木像の中身。中身？そいつは木造り蔵って言ってちょっとした隠し金庫みたいなやつだ。素人目にはわからねえ継ぎ目があって十中八九開けられたことのねえ代物だ。本物なら中には隠し財宝がぎっしり入っている。年代だけ調べるふりして中身をすり替えようって腹だろ。僕はそんな。おっさん、何者？ゼパエル？お前のせいでこっちは無駄金払うことになったんだぜ。なんで売り上げの2割も渡さなくちゃなんねえんだよ。そう渋んなよ。単なるアドバイス料さ。当然の権利だろう。別にいいんじゃないの？ゼパエルさんのおかげで助かったわけだし。お前聞き分け良すぎ。俺たちは1ジェニーでも多く金を集めなきゃなんねえんだぞ。やるんならせいぜいこの飯代ぐらいだね。それでいいぜ。その代わり1個だけ教えてくれよ。お前らその3つの品どうやって目利きしたんだ？目利きって何？マジか！目利きも知らねえでどうやって品定めしたんだよ。適当か？ならあれだけの数の店の中からどうやってその3つに絞ったの？いい？本当のこと言って。痛そうだしな。なるほどな。それならお前らがあの中身を知らなかったのも他の値打ちもんに目を向けなかったのもうなずける。他にもあったの？流行りの時計とか一昔前のテレカ、一言で言えば直接手で作ってないもんだ。そうか。でお前らなんでそんなにお金が欲しいのよ？聞きたいことって1個じゃなかったの？まあいいじゃねえか、教えろよ。じゃあ交換ね。それに答えたら今度は俺たちの質問に答えてよ。いいぜ。あるオークションである品物を競り落としたいんだ。それで金がいる。どんなもんだよ。今度はこっちの番だよ。あの木像の中身
売ったらどのくらいになんの？入ってるものによるが、悪くとも1億はくだらねえだろうな。1億？で、何を競り落としたいんだ？グリードアイランドってゲームソフト。あのバカ高いゲームか。おっさんの方の変な壺はいくらぐらいで売れるの？これはガラクタだ。ただ以下だな。で、なんであんな高いゲームが欲しいんだ？何か訳ありか？俺、父さんを探してるんだけど、そのゲームに手がかりがありそうなんだ。ほう、その手がかり。今度はこっちの番。なんでそっちの壺を選んだの？売ったら1億するんでしょ、こっちの木造。俺たちと競り合っておきながら一番高価な木造じゃなくガラクタの壺をあんたは選んだ。何か訳があるはずだろ。なんで？実はこの壺俺が作ったんだよ。とはいえ俺のオリジナルなんかじゃねえ。贋作、いわゆるパッチモンさ。昔は貧乏しててな、飯代稼ぎにちょくちょく作ってたのさ。目利きを始めて金がそこそこ入るようになってすっぱり手を引いたが、これはそのやり始めの作品だな。今見ると不出来な恥ずかしい代物だが、こういうとこ来るとたまに見かけるのさ。それで何を置いても買い戻すことにしてるんだ。なるほど。じゃあ本物だったらいくらすんの？俺の番で、お前の親父って何やってんの？プロのハンターなんだ。お、骨董の世界にも何人かいるぜ。本物ならいくらだよ？本物でも 4,5 万そこそこだよ。しかしプロハンターが世界中飛び回ってなんぼの仕事だし、子供が探すのは無理なんじゃねえか？大丈夫。だって俺もプロハンターだもん。さあ、今度はそっちの番。ああ、じゃ最後の質問だ。俺に何か手伝えることねえか？オークションで儲けようと思ったらどうしたって目利きが必要になる。お前らだけで行くよりかは稼げるチャンスは増えるぜ。ギャラはいいねでいい。どうだ？じゃあ俺たちも最後の質問。どうして俺たちのこと手伝おうって思ったの？そりゃ目利きが俺の仕事だからな。ってのは建前で正直嬉しかったんだよ。こんなガラクタでも値をつけてもらえるなんて嬉しいもんよ。ガラクタなんてことないよ。物体にオーラをとどめるにはすごい集中力と長い修行が必要なんだ。どれだけの思いを込めてこの壺を作ったかはそのことだけでもわかる。ゼパイルさんは念を知らずにできたんだ。すごい才能だよ。だから絶対ガラクタなんかじゃない。俺の目に狂いはなさそうだ。この商売ってのは長くやってると人間を見るようになってくるもんさ。目利きとしての俺がささやくんだ。こいつらと仕事をしたいってな。それが答えだ。そっちの答えは？お願いします。お手並み拝見ってとこ。間違いない。本物だ。安く見積もっても3億はするんじゃないかな。決まりだな。これをオークションに持ち込んで。それは無理だ。今からオークションに持って行っても来年の分に回されるだけだ。3日後の競売には間に合わねえ。そこでこれを業者市に出そうと思う。業者市？骨董の仲買人だけの市さ。飛び込みの品が集まり目利きのみで値を決める。ただしいきなり持ち込んでも値がつかないだろうから、今日はその下見市に出す。木造りグロコ、継ぎ目の接合剤も当時のものだな。二度付けの痕跡もない。すごい評判だね。いや、問題はこれからさ。これは相当な値になるな。そうかな。木造り蔵が本物だからって中身まで本物とは限らないぜ。始まったか。木造り蔵は目利き泣かせだ。その木自体も300年前に掘られたものとは限らない。当然中身の宝石も本物のアンティークとは言い切れないな。
この品は注意してかからねえといけねえぜ。ねえ、あいつら一体何言ってんの？値を落としにかかってんだ。簡単に言えばイチャモンをつけてんだよ。例えば入れ物が本物であっても中身がすり替えられてる場合がある。この手口を抜きと言い、それに対して全部偽物ってやつをガンと言う。なるほど。感心してどうすんだ。止めなくていいの？これが下見市だ。褒められたやり方じゃないが、安く買おうとするのは当然だが、そろそろ釘刺しとくか。素材の年代は本物と同じでも、彫ったのは最近ってやつを後彫りという。ちょっと待てよ。これが後彫りじゃないのは明白だぜ。切断面に付着している接合剤は明らかに当時のものだ。お前さんはその品の売り主の雇われ客士だ。俺の目にかけて言える。二度付けの跡もなく全て本物だ。そうかな。当時の接合剤は加熱すると粘着性を取り戻す。これを利用して一度開けたものを開けてないように見せる。焼き付けってプロの手口だ。こいつよく知ってやがる。これは鑑定の裏技として利用されるが、殺し技にも使われる。これをやられると見た目には一度も開けてねえ状態と変わらねえ。そんなことないぜ。焼き付けを行えば切断面に焦げ跡、もしくは接合剤に微妙な色合いの変化が生じる。だがこれにはそれが全く見られない。間違いなく本物だ。だがかすかな色合いの変化を見極めるのは肉眼が頼り。プロでも難しいとされてる。当てにはできん。だから感心すんなっての。公式の鑑定書はあるのかい？いや、売り主の鑑定だけじゃ信用しろって方が無理だ。なぜ鑑定を申請しないんだ？公式鑑定は時間がかかるからな。今年の競りには間に合わなかっただけの話だ。そうなるとな、我々には判断つかないな。まずいな、迷い始めたか。ねえおじさん、焼き付けの他にも何かあるの？何？こいつら俺たちの品にイチャモンつけてんだぞ。何をのんきに。いいじゃない。手品の種明かしみたいで面白いし。坊主、これお前の持ち込みか？うん、それよりさ他のやつ教えてよ。開きってのがある。開きつまり開けた本物の木造とすでに安物の宝石とすり替えた中身を堂々と一緒にさらすことさ。偽物であればわざわざ開けた状態で中身を見せるわけがないという心理につけ込むわけだ。へえ、じゃあこれも開きかもしれないんだね。そういうことだ。ねえ二度付けって？二度付けってのはな、一度。こいつそうか。なんでこいつに興味を持ったかが少し分かったぜ。こいつは善悪に頓着がない。俺が贋作をやっていたと告白した時も、難癖をつけられている今でさえも、こいつに非難も悪事へのちょっとした憧れも感じられない。あるのはただ一つ、単純な好奇心だ。その結果、すごいと思ったものには区別なく称賛し、心を開く。つまりこいつは危ういんだ。言うならば目利きが全く通用しない五分の品ってとこか。ねえねえ他には？もうこのぐらいでいいだろう。で、ちゃんと売れそうなの？あれ競売が始まってみないとな。だがいい反応をしていた業者もいたからな。そいつが明日食いついてくれれば一気に盛り上がると思うが。でも勉強になったよ。お前な。趣旨忘れて楽しんでやがんだろう。焼き付けに開きか。実はもう一つ必殺の手口があるんだぜ。本当？どんな些細な焼き付けでも見落とさない優秀な目利きが次々と騙された。どんな手口だと思う？それは閉じた状態だったの？騙された目利きは皆焼き付けではなく、これは一度も開けられていないと確信してそれを買った。そして彼らの確信通り焼き付けはされていなかった。これは一度も開けられていないってことだろ？わかった。中身が元から偽物だった。違う。そうか、別のところから宝を取り出した。正解だ。切り口とは別に新たな穴を開け、財宝を取り出し、偽物と入れ替え、
穴を塞ぐ横抜きと呼ばれる手口だ。こんな単純なトリックだが熟練の目利きたちが痛い目にあった。長年の経験が逆に災いしたのさ。接合剤が変色していなければ中身は本物という先入観、それが目を曇らせた。どんな手口で騙されるかわからない。目利きは常にそう考えてる。だから完璧な品でも逆に怪しいと思っちまうし、ちょっとした揺さぶりでもさっきのように迷いが走る。人間の心理ってのは本当に面白い。今言った技は全てそこを巧みにつくようできているのさ。すごい世界だね。ああ、ゴンか、見つかったぜ。雲だ。映像が送られてきた。ターゲットは2人、男女のカップルだ。おい、お前ら競売はどうする気だよ。任せる。なるべく高く売ってよ。よっしゃ、任せとけ。なんて面白い奴らだ。こいつらに付き合えば何かとてつもないもんに出会えそうだ。雲が歩く、雲がしゃべる、雲がデートしている。次回ハンターハンター、ゴン、キルは命がけの尾行。痛いなキルは違うの？